実はフィアンセがいて、治療始めたんだよって説明したらもうみんな大絶賛って。いい感じですね。いい感じですね。はい、ありがとうございます。こんにちは。ザ・ホワイトデンタルクリニック院長の永山由紀です。今までライブとかで、配信したことはあるんですけれども、本当に治るのっていう状態の方、治療が無事終わりましたので、どのように治療していったかを解説したいと思います。題して、愛の重度虫歯治療全工程徹底解説。でこの方はフィアンセがいらっしゃって、ご結婚を控えているということで、その際にですね、やっぱこの状態だとまずいなっていうことで勇気を振り絞って、ご来院された方です。患者さんは35歳男性です。かなり虫歯が進行しているような状態です。反対側もこのような感じです。特にね、やっぱり目立つのが上の前歯がかなりなくなっちゃっているところですね。下の歯の奥歯もこのような状態です。ではレントゲンを見ていきましょう。全部で 1,2,3,4,5,6,7 本の歯を抜きました。虫歯治療した歯は上の歯で13本、下の歯で6本です。上下合わせて合計19本ジルコニアのセラミックを入れて直しました。どんな風に治療していたか見ていきましょう。このように前歯も奥歯もかなり重度の虫歯になっています。この方は歯医者さんに行くといつも痛いのでなかなか行けなくなってこのような状態になったということです。このような状態だとうまくご飯を食べることもできなかったようです。はい、で歯科治療恐怖症なので静脈内鎮静法で寝ている間に治療を行います。眠くなる薬を入れていきます。まずは歯石がたくさんついていますので歯石除去を行っています。歯石除去の長い動画はまた別でアップしていますので概要欄から見てください。この部分の歯石もかなり大きい歯石です。この歯の両隣の歯は虫歯がひどいので抜歯をする予定です。下の歯も歯石除去をします。そして抜歯も寝ている間に行っちゃいます。抜歯はですね、3回に分けてやったんですけど、一応分かりやすくまとめてます。抜歯は全部で7本。そして次に虫歯治療です。これはもう2回目の治療の時ですね。こんなに黒い虫歯なので全部抜かなきゃダメでしょうと思われるかもしれないんですけれども、意外と虫歯を取ると根っこは残せる状態なので、はい、まず根の治療をねしなきゃいけないんです。その前に虫歯をこのように取り除いています。ちょっと何本もねたくさんの本数の虫歯を取るので2倍速になってますけれども、はい、これも全部寝ている間に行っています。で虫歯を取ったら刈り歯を作ります。根っこだけになっているところに刈り歯を入れるとすぐ取れちゃうので土台のついた刈り歯を作成します。このようなピンで土台を作ります。これ仮の土台ですね。樹脂で固めます。で1回目の虫歯治療が終わったところです。右の方はまだ手をつけていません。なぜならば噛み合わせが分からなくなってしまうので、まずは左の上下やっています。
さあそれでは患者さんの感想を聞いてみましょう。大変だった大変だった疲れちゃった大丈夫です。おえすごい全然違います。おありがとうございます。Oh my god。本当に麻酔が、効かない体質。この点滴は効くけど、局所麻酔が全く効かない体質だわ。あ、そうなんですか。この点滴がなかったら多分治療できない。だから次回もちょっと点滴でするから。あ、わかりました。治療中の記憶って覚えてますか？あんまりない。てか全くないんです。全くないですか？はい。途中呼びかけたりとかしてたと思うんですけど、そういうのも何も。もやもやっとなんとなく覚えてますが、何話しかけられてたのかわからないです。痛かったとかそういうのもないですか？あ、痛かったはないです。すごい。麻酔効きましたね。よかった。でさっき先生効かない体質って言ってましたけど、全然痛みはないです。感動しすぎて久しぶりすぎて、この白い歯が。この白い歯が。いや、素敵な笑顔です今。あ、本当ですか？もうただただ感謝です。アリバが入りましたので患者さんとっても喜んでくださいました。これからは、根の治療をしていきます。根の中を消毒してこのように防腐剤を詰めていきます。実はこの根っこの治療をする歯がとても多いので、根の治療で全部で6回かかってます。治療の中で一番回数がかかるのが根の治療です。根の治療が終わりましたら次土台を入れないといけないです。この根っこだけになったような状態の歯にはジルコニア入らないので土台を入れます。でその土台を作るための型取りをします。土台の穴を掘ってシリコンで型取りを行います。これが出来上がってきた土台です。これは上の歯の土台です。土台は白いファイバーコアというものです。それを歯に接着します。当院では接着性レジンセメントというものを使っています。光で固めます。で土台がついたら、歯台子形成といってこの歯の形を整えます。やっぱりこの歯台子形成がガタガタだとジルコニアの合いが悪くなったりとか歯茎に炎症を起こしてしまうので、きれいな歯台子形成をすることが大事です。そして精密にスキャンするために歯茎を押し広げる糸を巻きます。歯肉圧迫と言います。これをすべての歯に行います。そしてスキャンをしていきます。この方今静脈内鎮静法で寝ている状況ですけれども、寝ている間でも開口器を入れながらスキャンすることができます。今まではシリコンで型取りをしなきゃいけなかったのでとても大変でしたけれども、スキャンはとても楽です。歯科医師も楽ですし患者さんも楽です。でお作りするジルコニアのセラミックの色を選んでいただきます。黄色みが強いんですよね。はい。だからはい。でスキャンしたデータをもとにジルコニアができてきてますので入れていきます。デジタルで作るのでとても合いがいいです。ご自身の歯とジルコニアセラミックの隙間はないような状態の歯を入れられます。段差もないですしぴったりと合っています。これは仮付けですね。なぜ仮付けを1回挟むかというと、やっぱりご飯食べてみないとわからないので、物が詰まったりしないかどうか仮付けで生活していただきます。
もうゴールライン見えてます長い道のりでした。本当に、はい、ちゃんと通っていただいてよかった。余裕で段差がすごいね。行ってきます。いってらっしゃい。夢の国優しい夢に舞う。患者さんもかなり麻酔に慣れて非常に楽しい雰囲気で治療をしていますね。はい、同じように反対側も土台を入れてスキャンしていきます。これだけの本数の土台を一気に入れてスキャンをするっていうのはかなり慣れていないとできない治療ですね。でこの土台もきれいに形を整えます。削る時にガタガタになったり歯茎のところが傷ついてしまうと出血したりしてきれいにスキャンができませんので精密な作業が必要になってきます。で上の歯も同じように糸を巻いて歯茎が歯にかぶらないように歯肉圧迫をしていきます。スキャンをする時も出血がこのようにない状態でやらなければいけません。出血していたり歯茎がかぶっているとぴったりとしたジルコニアのセラミックを作ることができませんのでこのように唾液や出血がない状態でスキャンしなければいけません。はい、実際のスキャン画面はこういう感じですね。噛み合わせもスキャンで取ります。ジルコニアの厚みがちゃんと取れているかどうか確認していきます。反対側の奥歯のセラミックが出来上がってきました。はい、ぴったりと入ります。この歯を入れるときは寝ていると噛み合わせ調整ができませんのでこの時にはもう起きた状態です。噛み合わせを調整します。はい、ついにすべての歯のセラミックを入れることができました。全部で19本入っています。はい、まるで別人のようなお口元になりましたね。結構ガタガタだったんで顔見せるのもちょっとやっぱり恥ずかしいっていうか見せたらいけないみたいな感じだったんですけど今はもう堂々と自信がついて、それが一番大きいですかね。あと2番目はあれです。食事です。何を食べてももう余裕で食べれるんで、はい、ほとんどですね結構全体的にあれだったのでパスタとかラーメン以外は結構厳しかったですよね。今だったらリンゴとかも余裕ですし何でも余裕です。まずマスクかけてない方に驚きですね。みんな治療始めたんだよって説明したらもうみんな大絶賛っていい感じです最初ぶっちゃけめちゃめちゃ怖かったですけど過去のトラウマじゃないですけど効かないっていうのがあったんですごい緊張してたんですけど全然痛くなくて気づいたら終わってるみたいな大好きです。僕自身もすごい怖くて勇気振り絞ってきたんですけど最初の 1,2 回終わってみれば全然痛みもなく勇気を振り絞ってまずは相談していただけるといいことあると思いますお疲れ様でした。いい感じですね。いい感じですね。はい、ありがとうございます。
今後一生お世話になりますので、よろしくお願いします。じゃあ半年後、また絶対来ます。はいはい。お疲れ様でした。みんなここよろしく。はい、ということで無事終わりました。お疲れ様でした。というわけで患者さんとても喜んでいただけて、私もとても嬉しいです。今後なんですけれども、これで終わりではなくて、継続的に歯磨きがちゃんとできているかなとか、歯石を取ったり定期検診が大事になってきますので、ずっとお付き合いいただければなと思います。この方全部で治療回数としては12回かかっています。右と左とこう分けて治療しましたので、やっぱりそれぐらいはかかります。あと根っこの治療がね、可能している根っこがありましたので、根っこの治療をした歯は全部で10本あります。その10本の歯の根の治療トータルで6回かかりました。やっぱり根の治療ってなると回数がかかってしまいますよね。またこの方は局所麻酔が効きにくい、効かない体質と患者さんには言いましたけれども、厳密に言えば効かないわけじゃなくて効きにくくて、どこに効かせればいいっていうポイントが通常の人とちょっと違うんですね。なので脳のところからぐーっと神経が降りてきて、顎に入るその大元のところに局所麻酔をする特殊なやり方で、上の顎も下の顎もそういうようなやり方で麻酔をしました。なので厳密に言えば効かないわけじゃないんですけれども、効かせるためにはちょっと特殊な局所麻酔をしなければいけないような方でした。でその局所麻酔する時ちょっと痛いので、やっぱり静脈内鎮静法で寝ていただいてやっていきました。感想としてね、全然痛くなかったっておっしゃっていましたけど、全て寝ている状態なので患者さん自身は痛みを感じてはいません。というわけで無事治療は終わったんですけれども、やはりこれだけの本数を寝ている状態でやるってことは正直そんなに簡単なことではないんですね。一つ一つの工程をとても精密に行いますし、1回にたくさんの歯のスキャンをしたりしなきゃいけないので、1回につき2時間半程度かかるんですね。なので、患者さんはまあ寝ているのでそこまで大変じゃないのかもしれないですけど、通ってきていただかなきゃいけない、その大変さもありますけれども、治療する歯科医師のやはり技術っていうのもかなり必要とされるような症例だったと思います。というわけで、愛の重度虫歯治療全工程徹底解説ということでお送りさせていただきました。無事治療することができまして、患者さんにも喜んでいただけました。最初はね、本当に治るのって思われたかもしれないですけれども、無事治りました。同じような状態でお悩みの方などいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。あなたに合う治療はきっとありますのでね。はい、ではまた。ザ